今日なんですけれども、実は昨日練習の風景を動画に撮りまして、で YouTube 用の動画を編集して作りました。でアップロードの直前でちょっと元データごと削除をしてしまいまして、アップロードできませんでした。なので、その分もう一度同じ内容で撮影をし直してみました。内容なんですけれども、手裏剣の飛距離を伸ばすにはどうすればいいでしょうか、どのようなことをすればいいでしょうかという質問がありました。ちょっとそれに対して私なりに、お答えできるかどうか分かりませんが、ちょっとお話をしてみようかなと思っています。手裏剣の飛距離を伸ばしたい、そう言われた時に私が真っ先に答える回答としては、使っている手裏剣を見直してみてくださいと。例えば今何センチの手裏剣を使っていますか。そしてその数字を聞いたら、例えば今15センチの手裏剣を使っていますと。それで飛距離が伸びないという方には、手裏剣を伸ばしてしまう、長い手裏剣を使う、これが一つの一番簡単なやり方じゃないかなと私は考えています。手裏剣というのは、長さとそれから太さのバランスにもよるんですけれども、少し長いものの方が長距離の効く、長い距離が刺さる手裏剣になることが多いです。私が好んで使っている手裏剣、これはですね、古武術を研究してらっしゃる先生が、名前は出して大丈夫ですよね、根岸流を学んでいて、でその根岸流の手裏剣をもとに少し長く作り直した。でなぜかというと、やはり長距離が効く手裏剣が欲しかったと。で飛距離の壁があったので、そこである時に手裏剣を長くすることを思いついた。そして実際に長い手裏剣を作り、その飛距離が飛躍的に伸びた、そういった話があります。ですので手裏剣を少し長くする、これは有効な解決策の一つだと思っています。ただし物には限度があります。これが26センチの手裏剣、長ければ長いほど飛距離が伸びるかなと思って作ってみたものです。結果としてここまで長く取ってしまうと、今度は手裏剣自体回転しやすくなってしまった。回転しやすくなってくると、例えば直打法で距離を伸ばすには当てはまらなくなってしまう。反転打法が向いてしまったり、別な打ち方の方が良かったり、回転を抑えるために工夫が必要だったり、いろいろと弊害が出てきました。ですので適度に伸ばす方法が一番いい方法なんじゃないかなと。ただし中には、例えば自分の流派の手裏剣がもう決まっている方なんかもいらっしゃいます。なので一概に手裏剣伸ばすだけが解決方法の一つではないんですけれども、もしそういった決まりのない方、自由に手裏剣を使っていい方は、少し長くしてあげると飛距離が伸びやすくなります。手裏剣の飛距離の伸ばし方、飛距離の伸ばし方というか、少しでも遠い距離を打てるように、遠い距離をさせるように、強い威力を出せるようにということですが、一つの考え方として、手裏剣が手の中に保持している時間を長く取るという考え方があります。つまりリリースポイントを遅らせる。通常であれば、例えばこの辺でリリースをするイメージの方がいたとしましょう。ではなくて、ここから
コンマ数秒でいいんです。この辺で離すよね。ここで離れていたものはここまで我慢する。それだけで実は少し強いだけになります。つまり速いところでリリースをするのではなくて、これもね露骨に変える必要はないんです。ほんの少しだけイメージでリリースする時間、ポイントをちょっと長くする。強い打鍵、すなわち遠くまで届く。この距離よりも少し離れたからといってその分強く打とうとすると回ってしまったり余分な回転がかかったり、余分な回転っていうのが左右の回転もあるし前後の回転もあります。上下の回転なので余分な力は逆になるべく入れずに少しだけ手の中に保持する時間を長く取る。リリースポイントを遅くする。それともう一つ、力を入れるのではなくてイメージをちょっと変えてみてください。畳の表面を狙う、刺すところを狙うのではなくてさらに奥を狙うようなイメージ。ただし仮想のターゲットを例えば 1m、2m、1軒2軒後ろに用意してしまうと直打法のこの直打法の軌道からは少し外れてしまいます。ですから畳の表面に刺すんですが裏側ここに通すようなイメージ、そういう気持ちで手裏剣を打ってみてください。そうすると実は意外と飛距離が伸びたりします。そんなに力を入れなくても意外と手裏剣は遠くまで飛ぶものです。なので意識をほんの少しだけ変えるだけでも結果は全く変わってきます。いつも打っている距離よりもほんの少しだけ遠くに、そこから畳の表面じゃなくて奥を狙うようなイメージ。余分な力は入れない。それだけで手裏剣の距離は伸びていってくれると思います。ですので、簡単にまとめてしまうと、距離を伸ばそうと思って力で何とかするのではなくて逆に余分な力を抜く。その上でターゲットの例えば畳だったり目標の裏側まで通すようなイメージ、そして少しだけリリースポイントを遅らせてあげる。この3点意識するだけで手裏剣の飛距離は少しずつ伸びていってくれると思います。というわけで今日は私なりの距離の伸ばし方
という質問に対する回答をさせていただきました。といっても意外と気持ち的なメンタル面的な回答が多かったので、いやそういうことじゃなくてもっと技術的にって思う方もいらっしゃるかと思います。ですがちょっと考えてみてほしいんですけれども、手裏剣の長距離、例えば3件4件5件、この辺りを長距離っていう方もいらっしゃいます。3件ぐらいだと人によっては中距離かもしれない、もしくは近い距離と感じる方もいるかもしれませんが、何しろ3件4件5件、例えば3件をメーター数にしたら 5.4 メートル、5件でやっと9メートルです。9メートルっていう距離は、例えば手に野球のボールとか適度に重いものを持っていて、それを届かせようと思ったら、実はそんなに力を入れなくても届く距離なんです。今手に持っている手裏剣が、例えば 30g の軽量剣であろうが 100g 近い重量剣であろうが、おそらくね5剣っていう距離は届く距離、体力のない女性とかでも十分に届く距離です。つまり届く、だけれどもそこに刺そうと思って余分な力を入れてしまう、余分な力が入った結果として剣が回転してしまう、手裏剣が回転してしまって刺さらないとか、そうやって結構自分自身で難しくしてしまっているという側面もあります。ですのでちょっとずつ距離を伸ばしていくでもいいんです。例えば今2軒半で壁を感じている方は2軒半から一歩下がったところとか、そこから刺せるようになっていけば十分なので、畳の裏を狙う意識、裏まで通す意識であったりとか、こういったものを持ってちょっと試してみていただくと、実は意外と自分で難しいと思うところさえクリアしてしまえば意外と届くし刺さってしまう、そういう距離だと思います。なかなかねそこまで場所が取れないっていう問題もあるのかもしれませんが、必ず届くし必ず刺さります。なので繰り返しになりますけど、畳の裏狙うような意識、これだけでもちょっと持っていただくだけでだいぶ違ってくるかと思います。ちょっと意識を変えてみるだけでも意外と違う、呼吸に集中するだけでも意外と結果が良くなったりもします。もしよろしければ試してみてください。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。